こんにちは、ゆうかです。今日は秩父から車を走らせて群馬県の草津温泉までやってきました。日本一周ぶりの草津でめちゃくちゃテンション上がってます。ということで今日は1泊1万2000円で2食付きのコスパ最高温泉旅館に泊まってみたいと思います。しかも噂によると夜ご飯は和牛すき焼きらしい。やばい。ということで早速向かっていきましょう。この宿は湯畑からだいたい歩いて5分くらいのところにあって、竹下通りをずっとまっすぐ行ったところにあります。硫黄の匂いがしてきた。草津って感じだ。この匂いめっちゃ好きなんだよね。じゃーん、着きました。喜びの宿高松。外観はこんな感じです。めっちゃ良さそうじゃない？今日はここで回復しまくるぞ。って言っても私今日実は仕事がめちゃくちゃ山積みで、それを片付ける合宿みたいな日なんですよ。だから仕事温泉仕事温泉ご飯みたいな飴とムチで頑張っていきたいと思います。やばいんだよね、今日めっちゃやることがあって、実はこの後仕事の打ち合わせもあるんですよね。ロビーはこんな感じです。めっちゃ綺麗。それじゃあまずはチェックインしていきたいと思います。あ、やばい、ワンドリンクサービスだって。ダメ、これじゃあ仕事にならない。じゃん、チェックインできました。今日の私のお部屋は712です。エレベーターで7階まで上がっていきます。ちょっと誘惑が多すぎてやばい。ここに貼ってあるポスターとか見ないようにしておこう。どんなお部屋かな。さすがに安いからあんまり期待しすぎない方がいいのかな。じゃーん、ここです。それじゃあ早速入っていきましょう。それじゃあオープン。じゃーん。おー、玄関めっちゃ広いな。今日ここに住もうかな。こんな感じになってます。めっちゃ綺麗じゃない？すごい。それじゃあお邪魔します。中に入ってみると茶室？キッチンみたいなスペースがあります。キッチンの横に扉があって、多分ここがメインのお部屋なんですけど、一旦こっち見てみようかな。キッチンの隣の扉は、ここはお手洗いですね。私は使わないけど。その隣がじゃーん、洗面台ですね。アメニティもいろいろ揃ってますね。あ、でもドライヤーあれだ。この押しながら出るドライヤーのタイプだ。この鏡あれですね。あれができそうな鏡だ。やっちゃう？やっちゃいますか。せーの、イエイ。洗面台の後ろはじゃーん、お風呂になっています。広い。結構浴槽深いタイプだ。ここには大浴場がついていて、そっちがメインなので、こうやってしっかりお部屋にもお風呂がついてるのはありがたいですね。ここの襖には誰かいるかな。お、ドラえもんいなかった。それじゃあメインの部屋行ってみますか。オープン。おー、めっちゃ綺麗。てか広くない？ 12 畳もある。すごい。今日はお部屋お任せのプランにしたんですけど、こんな広いお部屋で当たり引きましたね。やったー。高松温泉まんじゅう、めっちゃ美味しそう。食べたいけど一旦お部屋紹介しよう。こっちにはテレビと金庫があって、これは延長コードかな。すごい、めっちゃ親切ですね。あとは三味線が披露できそうなスペースがあります。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。ここの奥の扉は何だろうな。開けてみよう。あ、浴衣が入ってますね。後で着替えてみよう。めっちゃ可愛いよ。緑の浴衣。あとは椅子に座れるスペースもあります。すごいな、広すぎて。これ私一人じゃもったいないよね。こっちにお父さんお母さんが座って、こっちに子供が座って、家族で旅行に来ても楽しそう。
おー、いい感じ。草津の街並みが楽しめます。もちろん今日も雨です。お部屋はこんな感じになってます。めちゃくちゃ最高じゃないですか。今日はここで遊びまくれるわけじゃないんですけど、ちょっと仕事が大量なんですよ。この動画が出るちょうど1週間後の12月13日にキッチンカーのイベントがあって、あと来年の1月の30、31日に大阪でイベントをするんですけど、その時のね準備が全然終わってなくて、今日はそのことをたくさんやるんですけど、やることがね20個ぐらいあるんですよ。頑張るぞ。頑張るんですけど、ここの温泉旅館実はすごい人気で貸し切り風呂がついてるんですけど、それの予約時間が15分後しか空いてなかったんですよ。だからこの後一旦ちょっとお風呂に入っていきたいと思います。やっぱ飴とムチは飴からがいいですよね。この格好じゃちょっと盛り上がんないですよね。旅館っぽい格好に変身。じゃーん。やばい、目が回った。変身しました。浴衣優香、略して浴衣優香、略せてね。貸し切り風呂のある4階にやってきました。見て見て、めちゃくちゃ雰囲気がいいよ。ちなみに貸し切り風呂じゃなくても普通の大浴場もあります。お、ありました。ここですね。貸し切り風呂丸1。じゃーん。おー、すごい。結構広いんだけどめっちゃ雰囲気いい感じ。それじゃあお風呂に入ってきます。めちゃくちゃ気持ちいい。久しぶりに草津の温泉入ったけど、やっぱいいですね。その匂いがさ、めちゃくちゃ異様な匂いで、もう温泉入ってるって気分になれる。気持ちよすぎる。ここの温泉は窓もついていて、ここ開けれるんですよ。だから半露天風呂みたいな感じにできるんですけど、今日の気温が5度なの。だから開けたらめちゃくちゃ寒くて、ちょっと閉めちゃいました。よし、ちゃんとお仕事もしよう。みんなにもう一度ちゃんとお知らせするんですけど、来週の12月13日に東京の新大久保でクリスマスキッチンカーを開催します。それと2026年の1月の30日、31日 2days 開催なんですけど、大阪のヘッドホールでイベントをします。じゃあまず日にちも近いからキッチンカーの話からしようかな。日にちは12月の13日で、場所は詳しくはこのフライヤーに書いておきます。新大久保で開催します。今回のテーマはクリスマスです。クリスマスキッチンカー。私ずっとキッチンカーやってみたかったから、ようやく夢が叶うんですよ。めっちゃ楽しみ。営業時間は朝の10時から夜の8時なんですけど、私ずっといます。10時間ずっといるので、いつでも来て大丈夫です。あとみんなが気になってるメニューなんですけど、今回は結構王道寄りにしてみました。おにぎりとキーマカレーと唐揚げとポテトとフランクフルトと、あとチュロスを出します。それと飲み物なんですけど、禁酒中のビールと、これアルコールです。あとホットワインとレモンサワーと、ソフトドリンクはウーロン茶とオレンジジュースとコーラとジンジャーエールがあります。やっぱ初めてだからね、いろいろひねったりしようかなと思ったんですけど、なんだかんだみんな王道が一番いいかなと思って、今回は王道メニューにしてみました。おにぎりは私が握ります。普段料理しないんですけど、おにぎりはうまく握れます。あと飲み物なんですけど、おかわりリフィルはちょっと安くなるので、ぜひおかわりじゃんじゃんしてください。今言ったのが飲食のキッチンカーになるんですけど、もう1台キッチンカーを出すんですけど、もう1台で売られるのは缶バッジとアクリルスタンドとクリスマスシャンパンとハンドタオルと
有価屋さんで売られているものになります。こっちのグッズの方でどれか1点購入するとダイヤチケットがもらえて、でさっき言った飲食カーで購入するとハートチケットが1枚もらえます。でこのダイヤチケットとハートチケットを両方揃えると私とツーショット写真が撮れます。だから分かりやすく言うと、ハンドタオルを1つ買って唐揚げを1つ買ったら私とツーショットが1枚撮れるみたいな、分かりやすく言えたかな。で値段もね、今回は結構頑張って抑えめにしました。今回はやっぱり初めてのキッチンカーだし、みんなに楽しんでもらいたいっていう思いで開催するので、結構良心的な値段にしました。ワンコインで買えるものもあります。なのでぜひ気軽に遊びに来てくれたら嬉しいです。そして次は大阪イベントなんですけど、大阪のイベントは1月の30日31日に大阪のヘップ5の中にあるヘップホールというところで開催します。どんなことするのって多分みんな思ってると思うんですけど、30日はまず私がいつも着ているオリジナルで作った館内着あるじゃないですか。ゴロンの販売がスタートします。ゴロン、こういう感じの写真なんですけど、このゴロンを購入していただくと、その日私もゴロン着てるんですけど、一緒に写真が撮れたり、あとサイン会があります。でこのゴロン男性用も作ったんですけど、男性用の方は襟を黒くしてちょっとかっこいいデザインも入れているんですよ。袖の長さもちょっと長めにしていて、冬にも夏にも着れる仕様になっています。で素材もすごいこだわっていて、寝る時に肌触りがいい感じが私が好きだから、結構ね素材も柔らかめにして着て寝てもストレスにならないような、そんな素材を選んでみました。すごいこだわったんですよね。サンプルも10回ぐらいやり取りして、もう何回も納得いくまで変更したし、もうすごいこだわったので、ぜひ皆さんにもゴロン着てもらいたいです。でこのゴロン販売会の後には前夜祭イベントを考えてるんですけど、その前夜祭イベントではみんなとお話ししたりとか、あと乾杯したりとか、あとは豪華景品が当たるゲームなんかも考えてます。30日は平日っていうこともあるし、お仕事休んでくれたりとか有給を使ってきてくれる人が大半だと思うので、皆さんが来てよかったって思ってもらえるように、すごい楽しんでもらえるようなイベントを考えて計画しています。そして31日は大阪ファンイベントなんですけど、31日ではいつもイベントでやっているようなライブしたりとかトークしたりとか、あとみんなと一緒にチェキを取ったりとかを考えています。31日も盛りだくさんの内容を考えているので、ぜひ皆さん2日間来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。2日間連続で来てくれた方には限定グッズのプレゼントも考えています。ぜひぜひ皆さん待ってます。来てください。2ヶ月連続でイベントすることなんてほぼほぼないからめちゃくちゃ楽しみ。今年の最後も来年の初めもみんなと会えるってすごい嬉しい。ぜひぜひ皆さん、ぼっちの方も老若にゃんにょ全員みんな待ってます。もうぼっちの方もね、私もぼっちなんで気軽に足を運んでくれたら嬉しいです。ぼっちを感じさせません。ここのお風呂は湯畑の源泉から引いてるらしいから、すごい泉質がいいんですよ。長く入れば入るほど美肌になるから、私もちょっと肌綺麗になってきたかも。よし、それじゃあそろそろお風呂上がりますか。バイバイ。お風呂から帰ってきました。ちょっとここで休憩したいところなんですけど、今から打ち合わせがあるんですよ。こんな格好でやばいと思われるかもしれないんですけど、このままミーティングしちゃいたいと思います。まずは直近のキッチンカーイベントのミーティングからしていきたいと思います。もう来週なんですけど、まだ固まってないところが結構多くて、そこを全部決めていきます。お疲れ様です。よろしくお願いします。はい。それってそのカップのまま詰めた状態で置いたらスペース的には大丈夫なんですか？それ100個とか置けないじゃないですか。なるほど。なんかお客さんを結構待たしちゃうのもあれなので、できるだけ一番早い、やりやすい、効率がいいやり方がいいですよね。確かに梅私も一番好きです。
鮭いいじゃないですか。鮭と酒のコンビ。ちょっと原価的にどうなのかわかんないんですけど、もう少し安くした方がちょっとファンの方も買いやすいかなと思ってはいるんですけど、700とかまで下げることってできるんですかね。あ、はいお願いします。やっぱ12月っていうこともあってすごい寒い季節なので、ファンの方にもいっぱい食べてもらいたいので、おにぎりできるだけちょっと大きめなおにぎりを作りたいんですけど、それっていけるんですかねはい、普通のおにぎりよりちょっと大きい感じの、男性の方も多いし喜ぶかなとは思います。そうです。物販で買ったらハードチケットがもらえて、こっちだったらダイヤがもらえて、2つでそのスタッフさんに提出するとツーショットが撮れるよっていうのを、多分ファンの方はちょっと分かりづらくてこんがらがっちゃう方もいると思うので、分かりやすく分かんない方がいたら教えてあげてくれたら嬉しいです。と、あとクリスマスシャンパンがあるんですけど、クリスマスシャンパン買っていただいた方には10枚ツーショット券をつけるので、それをお忘れなくちょっとスタッフさんも覚えていただけたら嬉しいです。と、あとツーショットなんですけど、私が基本的にキッチンカーの中にいるんですけど、ファンの方が外で買ってくれて、こうちょっと距離があるツーショットではなくて、私が一回キッチンカーから降りてきて、しっかりファンの方と横並びになった状態でツーショットを撮りたいなっていう希望です。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、浴衣優香でした。あ、失礼します。すいません。やばい、ちょっとふざけすぎたかなまあでも伝えたいことは全部伝えられたし、これ大丈夫なはずということで、ミーティングが終わりました。疲れた。次は雨だな。ムッチが終わったら雨ですね。やばい、今気づいたんだけどさ、カメラ回したのにマイク入ってなかっためっちゃミーティングに集中してた。キッチンカーの話してたらお腹が空いてきた。そろそろ夜ご飯の時間かな。次はお待ちかねの和牛すき焼きの時間です。楽しみすぎる。それじゃあ夜ご飯に行ってきます。着きました。11階にあるメインダイニング希望峰です。これって私のために準備されてるわけではないですよね。じゃないか。夜ご飯はじゃーん、めちゃくちゃ豪華。こんな感じで牛すきがメインの夜ご飯になっています。これがすき焼きで、これは何だろう。おー、美味しそう。タラの味噌焼きですね。そしてこっちのビュッフェ形式になっているのはケーキバイキングと、あとご飯と味噌汁はセルフサービスになっていますね。こっちではお茶漬けが作れるらしい。ご飯おかわり無料なの激アツだな。やばすぎ。山盛り。よし。それじゃあいただきます。やばい。どれから食べよう。あ、今日は食前酒があるということで、食前酒で乾杯。美味しい。梅酒なんですけど甘くてすっきりした味わいでめちゃくちゃ美味しい。こりゃお料理も期待大だな。いただきます。乾杯。いや、これは違うんですよ。草津だから932だから、この550円の200ミリグラスのビールはセーフだから、この中ジョッキの990は932円以上だからアウトだけど、これはセーフってことですよね。まあ今日は932円以下のお酒は OK にしよう。草津だけに。見て、お刺身もあるよ。やばい。お刺身大好き。美味しい。よし、じゃあメインのすき焼きも入れるか。絶対美味しいお肉じゃんこれ。見て、お肉やばい。これが12000ってやばくないですか？あ、でも3枚しかないのか。味わって大切に食べよう。めっちゃ美味しそう。やばい。
さすがにすき焼きは3枚しかないから今来てもちょっとあげられません。ごめんなさい。おいしい。私すき焼きめちゃくちゃ好きなんですよね。家でもたまに作ったりするくらい。でも家だと一人でやると野菜もめっちゃ余っちゃうし、一人分難しいからこうやって旅館で食べれるのはめちゃくちゃ嬉しいですよね。この後お部屋に帰ったらまだいろいろやることあるな。S 席の特典作りでしょ。それと 2days 来てくれた方の特典作りと、あとはキッチンカーのメニューの名前決めたりしないと。可愛い名前つけたいな。ふう、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。お部屋に戻ってきました。お布団が引かれてた。もう寝てくださいって言われてるようなんですけど、まだまだ働きます。さっき帰り際に売店に寄ってきました。じゃん、あれ買ってきた。自家製の温泉まんじゅうらしいです。これを食べて朝まで乗り切るぞ。じゃーん、おー、8個入りの温泉まんじゅう、うまそう。いただきます。うまい。これお部屋に置いてあったやつか。忘れてた。これ入れたら9個も食べれる。ラッキー。でも売店にお酒は売ってなかったんですよ。ビールありますかって聞いたら、ビールは売店に置いてないですって言われちゃって、ガビーン。サイダーならあったんですけど、サイダーじゃちょっとね、あんまり気分が、上がるんだけど、ちょっとやめておきました。よし、じゃあまずはさっき浴衣で写真を撮ったんですけど、見てみて、めっちゃいい感じ。これを印刷してきたんですよ。この写真に今から直筆で全部サインを入れていきます。いろんな種類の写真があるんだよね。いろんなポーズ撮りました。これは1月の30日のイベントの S 席を買ってくれた方限定にプレゼントしたいと思ってます。よし、サインを書いていこう。どんな感じで入れようかな。ここでいいか。ちょっと落書きもしちゃおうっと。いつも特典はチェキをつけてるんですけど、今回2日間あるから30と31日でちょっと変えようかなと思って初めてサイン入り生写真にしてみました。よし、できた。こんな感じ。自分でタイマーセットして一眼で撮った割には結構綺麗に撮れて嬉しい。楽しいけど結構大変だなこれ。あ、そうだ、こんな時はへへへへ、乾杯これがあれば頑張れる。たまにコメントで一人で行くのがすごい不安ですみたいな DM とかで送ってくれる方もいるんですけど、そう、すごいね、不安がってる方とかいるんですよ。でも本当に超大丈夫だよ時々夫婦とか子供連れてきたりとかカップルで来てくれたりする方もいるんですけど、だいたい8割9割くらいの人が一人で来てくれるんですよね。だから全然一人でもビビらずに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。マジで大丈夫。ぼっち全然浮かないですよ、私のイベント。やっぱ推しはファンに似るっていうじゃないですか。あれ逆か、ファンは推しに似るか。いきなり1月のイベントはハードルが高いよって思う方はぜひ来週のキッチンカーイベントをおすすめします。
キッチンカーイベントは多分もっと気軽に来れるので、一瞬来てじゃあビール1杯だけ買いますとかやってもお話はできるし、多分ね気軽に来れると思います。それで雰囲気ちらって見てまた行きたいなって思ってくれたら、ぜひ1月もね来てくれたらすごい嬉しいです。みんな来てくれるかな。初の関西イベントだからめっちゃ不安。今回のキッチンカーで販売するグッズは全部クリスマスグッズになってるんですけど、めちゃくちゃ可愛いデザインなんですよ。私がデザインしたんですけど、もうね今回のデザインマジで可愛いちょっと見せちゃおうかな。ハンドタオルのデザインはこんな感じです。イヤーのデザインにしました。2種類あるんですけど、前回イヤーのキーホルダーを作った時に1000個作ったんですけど、もう完売してありがたいことにみんなすごい買ってくれて、イヤーのグッズまた出してくださいっていう声もいただいたので、今回また作ってみました。めちゃくちゃ可愛くない？自分でも絶対使おう。心を込めてデザインしました。よし、生写真が一旦一段落したので、次はキッチンカーのメニューの名前を決めたいと思います。これをもとにメニュー表とか作っていくから意外と大事な時間なんです。なのでちょっとパワーチャージしとこう。じゃあまずおにぎりの名前どうしようかな。キッチンカーのメニューの名前を決めたら全然決まらなくて、一旦カメラを止めて真剣に2時間ぐらい考えてましたということで今全部決めきったので、メニューの名前を発表します。まずおにぎり2個入りなんですけど、これはにぎにぎおにぎり。次フライドポテトはうま塩フライドポテトになりました。いろいろ考えたんだけど、ポテポテポテトとかも可愛いなって思ったんだけど、みんなちょっと言いづらくて、ぼっちで来る人もっとハードル上がっちゃうかなって思って、ちょっと普通のやつにしてみました。あえてね。次唐揚げは牛辛可愛くない？でキーマカレーは牛カレーで、フランクフルトはフランクフルト最初ジャンボフランクにしようと思ったんですけど、あまりにもちょっと普通すぎるから年末をつけて年末ジャンボフランクにしましたでも年末ジャンボフランクって言ったら当たりをつけないとちょっと変になっちゃうから、急遽当たりをつけることにしました。なのでフランクフルトを買ってくれた方にはくじがつきます。当たったらもう1本サービスします。で次チュロスはシュガーツリーチュロスにしました。クリスマスっぽくって可愛くない？でソフトドリンクはそのままコーラ、ジンジャーエール、オレンジジュース、ウーロン茶。最後お酒なんですけど、ホットワインがメリーホットワイン。これもねクリスマスを意識しました。でレモンサワーはレモンサワー EX。 ビールはもちろん禁酒中専用ビールです。以上、皆さんメニューの名前覚えてください。ということで、ぜひ当日はメニューの名前をフルで言ってくれることを楽しみにしています。あれからもう少し作業してようやく一区切りついたので、そろそろ寝たいと思います。もう外が少し明るくなってきた。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。昨日というか今日は朝方まで作業してて、5時まで起きてて全然寝れませんでした。今8時17分、朝ごはんが9時までなので朝ごはんを食べに行ってきます。眠い。お布団に入りながら行きたい。じゃーん、朝ごはん取ってきました。結構シンプルめにした。それじゃあいただきます。朝ごはんはもちろん牛乳です。ちょっと飲んじゃったけど、乾杯。
朝ごはんはビュッフェ形式だったんですけど、結構定番メニューね、ウインナーだったりスクランブルエッグだったりご飯、お味噌汁とかがありました。こういう定番メニューがなんだかんだ一番嬉しいですよね。昨日というか今日の朝方、寝る前4時くらいに大浴場せっかくだから行きたいなと思って行ってみたんですよ。そしたら私含めて3人くらいいたんですけど、もう大浴場のお湯が熱すぎて誰も入れてなかったんですよ。調べてみたら湯畑の源泉は自然の風とかで温度調整するらしいんですよ。だからめちゃくちゃ暑い日があるらしい。暑すぎて本当にもう48度ぐらいあるんじゃないかってくらい暑くて、一瞬入ったんですけど暑いってなってすぐ出ちゃって、雨で閉めようと思ったのに無知で閉まっちゃいました。でも1万2000円でこのクオリティのホテルに泊まれて、こんなに楽しめて、湯畑の温泉にも入れて、めちゃくちゃ最高じゃないですか。家だと多分こんなに作業できてなかったから、今日来た甲斐がありましたね。合宿大成功だ。美味しかった。ごちそうさまでした。朝からいっぱい食べてて幸せでした。それじゃあそろそろチェックアウトの時間なので着替えます。せーの、じゃーん、今日の私服です。ということで片付けてそろそろチェックアウトしたいと思います。私ね、こう見えてパッキング下手なんですよ。どう見えてるかわかんないけど、めっちゃ旅行してるから上手なんじゃないって思われるかもしれないんですけど、いつも下手っぴ。できた。はい、ということで草津温泉喜びの宿高松に宿泊してみました。いや、1万2000円でこれはめちゃくちゃいいですね。私はちょっとビールとあと貸切温泉に課金しちゃって1万5000円ぐらいしちゃったんですけど、それでもめちゃくちゃお得で楽しかったです。前に草津温泉来た時にすごいいいなって思った宿があったんですけど、そういえばここでしたね。外観もすごい綺麗だったし、あと17時から19時限定でワンドリンクサービスもあったんですけど、私はちょっと時間逃しちゃって行けなかったんですよ。なのでここに来る人は絶対行った方がいいです。私は行けなくてめちゃくちゃ後悔してます。今回は合宿みたいな感じで来週のキッチンカーイベントと、あと来年の1月30、31日の大阪イベントについていろいろ準備をしたんですけど、家じゃ絶対こんなに進まなかったから本当に来てよかったです。ぜひ気になっている方はキッチンカーと大阪イベント来てください。待ってます。ということで私は実は草津でもう一泊するんですよ。それをもちろん動画にするのでまたお楽しみに。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。